メタン、海外旅行に行きたいのだ。パスポートさえあれば世界中どこでも行けるのだ。あら、世界中どこでもね。それ、日本のパスポートだから言えるセリフよ。パスポートってどこの国のでも同じじゃないのだ？全然違うわ。中国では、ある動画が公開禁止になったの。公開禁止？何の動画なのだ？中国人がタクシーに乗ろうとして拒否される動画よ。タクシーに乗れないってどういうことなのだ？2026年の最新データで、日本のパスポートはビザなしで191カ国に入れるの。191カ国？すごいのだ。一方、中国のパスポートはたったの64カ国よ。64カ国、半分以下じゃないのだ。ヘンリーパスポートインデックスという国際指標で、日本は堂々の世界1位。世界一？日本のパスポートが最強ってことなのだ。そうよ。ドイツやシンガポールと並んでトップ。14億人の中国は60位台をうろうろしてるわ。14億人もいるのに60位台なのだ。切ないのだ。中国人がタイに行くだけでもビザが必要よ。日本人は30日間ビザなしで入れるのに。タイって日本人は気軽に行ける国なのだ。中国人はダメなのだ。申請書類を揃えて、面接を受けて、何週間も待つのよ。俺は新鮮で働くエンジニアだ。給料は悪くない。でもパスポートが弱すぎるんだ。同僚の日本人は週末にソウルやバンコクに飛べる。俺は申請だけで1ヶ月かかるんだ。同じ会社なのにそんなに違うのだ。それだけじゃないわ。中国人が欧州に行くには宣言ビザが必要なの。銀行残高証明、往復の航空券、ホテルの予約確認書、保険証明書。旅行するだけなのに書類が多すぎるのだ。しかも面接でなぜ帰国すると断言できますかって聞かれるのよ。帰るに決まってるのだ。疑われるってひどいのだ。パリに行きたくて3ヶ月前からビザを申請した。結果は不許可だった。不許可？理由は何なのだ？滞在理由が不十分だと。ただ観光したいだけなのに。中国人のビザ却下率は欧州で約 15%、日本人の却下率は 1% 未満よ。 15% も落とされるのだ。厳しすぎるのだ。アメリカはもっと厳しいわ。中国人の B1、B2 ビザの却下率は約 35% よ。3人に1人が落ちるのだ。アメリカンドリームどころじゃないのだ。友人はアメリカのビザ面接で5分で却下された。理由は帰国の保証が不十分だと。5分？それだけで人生の計画が壊れるのだ。ちなみにオーストラリアも厳しいわ。中国人学生のビザ却下率が 40% を超えた年もあるの。学生ビザまで落とされるのだ。勉強したいだけなのだ。留学先でも就職先でもパスポートの色で人生の選択肢が変わるのよ。生まれた国で決まるなんて不公平なのだ。さらに問題はタクシーよ。あの公開禁止動画の話をしましょう。そうだったのだ。なんでタクシーに乗れなかったのだ？アフリカのある国で中国人旅行者がタクシーを呼んだの。ドライバーは中国のパスポートを見た瞬間、首を横に振って去っていったわ。パスポートを見ただけで拒否されたのだ。現地の人間にとって中国パスポートの持ち主はトラブルの元と思われているのよ。個人は悪くないのだ。国のイメージで判断されるなんてひどいのだ。これがパスポートの力の残酷な現実よ。信用の格差がそのまま扱いの差になるの。俺たちは何も悪いことをしていない。ただ中国のパスポートを持っているだけなんだ。さて、一方の日本のパスポートを見てみましょう。やっと天国の話が来たのだ。日本のパスポートを持っていると空港で何が起きるか知ってる？普通に入国審査を受けるんじゃないのだ。100万ドル ?1 億5000万円なのだ。一般人には無理なのだ。ヨーロッパでは日本のパスポートを見せた瞬間に笑顔でウェルカムよ。審査官が笑顔になるのだ。アメリカでも入国審査が平均3分で終わるわ。中国人は平均20分以上かかるの。3分と20分、7倍も違うのだ。やっと天国の話が来たのだ。トルコでは日本人だとわかると、侍って歓声が上がるのよ。侍、もはやアイドル扱いなのだ。中東でも同じよ。日本のパスポートは信用の証明書として機能してるの。ヨーロッパでは日本のパスポートを見せた瞬間に笑顔でウェルカムよ。俺の日本人の同僚がドバイ空港で言われたそうだ。ジャパニーズファストレーンへどうぞって。専用の速いレーンがあるのだ。VIP 扱いなのだ。インドネシアでは日本人専用の入国カウンターがある空港もあるわ。専用カウンター、国賓みたいなのだ。南米でも日本のパスポートは特別濃いよ。ブラジルでは日系移民の信用が下地にあるの。移民した先祖の信用まで受け継いでるのだ。逆に中国人がブラジルに行くには往復航空券と10日分のホテル予約が必須よ。旅行なのに全部事前に決めないとダメなのだ。自由がないのだ。なぜ日本のパスポートがここまで強いかわかる？日本が経済大国だからなのだ。それだけじゃないわ。不法滞在率が異常に低いのよ。専用カウンター、国賓みたいなのだ。日本人がビザの期限を超えて滞在する率は 0.01% 未満。これは世界で最も低い数値よ。みんなちゃんと帰るのだ。当たり前なのだ。あなたにとっては当たり前でも、
世界では当たり前じゃないのよ。そうなのだ。先進国でも不法滞在は深刻な問題よ。日本人だけが必ず帰る民族として信用されてるの。日本が経済大国だからなのだ。70年間日本人は世界中でルールを守り続けた。その積み重ねがパスポートの力になってるの。70年間の信用貯金なのだ。すごいのだ。でもこれ一人でも大きなスキャンダルを起こせば崩れるわよ。そんな簡単に崩れるのだ。信用を築くのに70年、壊すのは一瞬よ。そうなのだ。実際2019年に日本人がタイで詐欺事件を起こして大問題になったわ。そんなことがあったのだ。たった数人の行動でも日本人は信用できるのかと議論が巻き起こるのよ。数人のせいで1億2000万人が疑われるのだ。怖いのだ。中国がまさにそのパターンよ。一部の人間の行動が国全体の評価をされてしまった。14億人全員が悪いわけじゃないのに、かわいそうなのだ。だからこそ海外でのマナーが大事なのよ。個人の行動が国の信用を左右するの。じゃあ海外でのマナーはめちゃくちゃ大事なのだ。そういうこと。あなたの行動が次の世代のパスポートの力を決めるのよ。責任重大なのだ。でもちょっと誇らしいのだ。たった数人の行動でも日本人は信用できるのかと議論が巻き起こるのよ。面白いデータがあるわ。日本のパスポート保有率は実はたったの 17% なの。 17%？ 世界最強なのに使ってない人が多いのだ。世界最強の鍵を持っているのに家から出ない国民、これが日本よ。もったいないのだ。宝の持ち腐れなのだ。でもそれが日本人らしいところでもあるわね。持っていても必要な時だけ静かに使う。そういうこと。あなたの行動が次の世代のパスポートの力を決めるのよ。確かに日本にいるだけで十分幸せなのだ。温泉があってコンビニがあって治安が良くて何不自由ないものね。しかも四季があるのだ。春は桜、秋は紅葉。最高なのだ。そうね。191カ国に行ける自由を持ちながらやっぱり日本が一番と思える。最強のパスポートで世界を見て日本に帰ってくるのが最高なのだ。それこそが日本のパスポートが最強であり続ける理由よ。でもそれが日本人らしいところでもあるわね。持っていても必要な時だけ静かに使う。必ず帰ってくる民族だから世界が信用する。そしてまた送り出してくれる。世界が日本を信用してくれてるのだ。ありがたいことなのだ。その信用は空から降ってきたんじゃないわ。先人たちが一つ一つ積み上げたものよ。いい話なのだ。でもまずはパスポート申請しなきゃなのだ。まだ持ってなかったの？それこそ宝の持ち腐れの極みだわ。今日申請するのだ。191カ国制覇するのだ。まずは近所のパスポートセンターからね。この動画が面白かったらチャンネル登録してほしいのだ。高評価とコメントも忘れないでちょうだい。次回もお楽しみに。それじゃあまたなのだ。いい話なのだ。でもまずはパスポート申請しなきゃなのだ。まだ持ってなかったの？それこそ宝の持ち腐れの極みだわ。今日申請するのだ。191カ国制覇するのだ。まずは近所のパスポートセンターからね。この動画が面白かったらチャンネル登録してほしいのだ。高評価とコメントも忘れないでちょうだい。次回もお楽しみに。それじゃあまたなのだ。